理解説。トラウマ確定。怪獣よりヤバい。昭和の子供を恐怖のどん底に突き落とした妖怪ブームと特撮の真実。ねえマリサ、昭和の特撮といえば怪獣のイメージが強いけど、実はもっと怖いブームがあったって本当？ああ、本当だぜ。実は大怪獣の次に子供たちの心をわしづかみにしたのは、おどろおどろしい妖怪だったんだ。怪獣から妖怪へ？どうしてそんな急に変わったの？怪獣は巨大な力への恐怖だが、妖怪は闇に潜む、得体の知れない気味悪さだ。巨大な敵から、隙間に潜む恐怖へ。それはそれで怖そうね。1966年のウルトラ Q やウルトラマンで爆発的な第一次怪獣ブームが起きたんだが、1968年のウルトラセブンが終わる頃には、その熱狂も一旦落ち着き始めていたんだ。なるほど、ブームが一段落したタイミングだったのね。そこに1968年、水木しげる原作のアニメ、ゲゲゲの鬼太郎が始まり、同じ年に大映から映画、妖怪百物語や、妖怪大戦争が公開されたんだ。これが決定打となって、日本中に凄まじい妖怪ブームが到来したのぜ。アニメと映画が重なって、一気に火がついたのね。そうだぜ。今回は、昭和の子供たちをトラウマのどん底に突き落とした、その妖怪ブームと特撮の真実をランキング形式でたっぷり解説していくぜ。第10位。すべてはここから、ブームの火付け役、少年誌の妖怪が富水木しげる。第10位は、すべてはここから、ブームの火付け役、少年誌の妖怪が富水木しげるだぜ。ブームの火付け役ってことは、テレビ番組が始まる前から妖怪が流行っていたの？その通りだぜ。特撮やアニメで妖怪が動き出す前に、少年誌の関東特集に載ったリアルすぎる妖怪画が、全国の子供たちに強烈なトラウマを与えていたからなんだ。少年誌って、昔の漫画雑誌のことよね？そんなに怖い絵が載っていたの？ああ、当時の週刊少年マガジンなどの少年誌は、関東でビジュアル特集を頻繁に組んでいたんだ。特に、大友商事という人物が企画構成を手掛けた怪獣や妖怪の図解大図鑑が、爆発的な人気を呼んでいたんだぜ。大図鑑、子供ってそういう細かい設定が載っているページが大好きよね。そうなんだ。大友商事の緻密な構成の下で、石原剛人、柳修二、南村隆史といった凄腕の画家たちが腕を振るったのぜ。どんな絵だったの？妖怪をただ描くんじゃなく、体の中にどんな臓器があるかを解説する解剖図まで載せていたんだぜ。妖怪を架空の生き物じゃなく、そこに実在する生物、ハイパーリアリズムとして突きつけた。これが当時の子供たちには、逃げ場のない恐怖として刻まれたのぜ。ハイパーリアリズムって、子供向けの手加減は一切なしってことね。それは夜中にトイレに行けなくなりそう。まさにトラウマ級だったぜ。この本気すぎる妖怪画が、読者に強烈な印象を与えて下地を作っていったんだ。そして、もう一つ重要な要素があったんだぜ。もう一つの要素？水木しげるの存在だ。水木しげるは1965年から週刊少年マガジンで墓場の鬼太郎という読み切り漫画を掲載し始めていたんだぜ。ここでついに鬼太郎の登場ね。ああ、この漫画が、先ほど話した怪獣ブーム終焉のタイミングと見事に重なって、どんどん人気を獲得していったんだ。そして1967年、タイトルを馴染み深いゲゲゲの鬼太郎に改めたことで、妖怪ブームの土壌を決定づけたのぜ。雑誌の恐ろしい特集記事と、水木しげる先生の漫画が両輪になっていたのね。テレビ特撮で妖怪が暴れ回る前から、少年誌の圧倒的な画力と水木作品が、昭和の子供たちをすでに恐怖と熱狂のどん底に引きずり込んでいたってわけだな。第9位。白黒テレビの限界を超えた恐怖。実写特撮、悪魔くん。1966年。第9位は、白黒テレビの限界を超えた恐怖。実写特撮、悪魔くんだぜ。悪魔くんって、水木しげる先生のあの作品、実写版があったの？ああ、1966年に NET テレビ、今のテレビ朝日系列で放送されたんだ。東映が制作した全26話の特撮ドラマでな。
全編モノクロで放送されたんだぜ。へえ、1966年ってことは、ウルトラマンと同じ時期ね。東映が作っていたなんて知らなかったわ。実はこの作品、後の仮面ライダーなんかを生み出す東映特撮の原点とも言える重要な作品なんだ。プロデューサーとして、平山徹氏が携わっていたからな。特撮の歴史に残るすごい作品なのね。でも、何がそんなに怖かったの？一番の理由は、モノクロ映像ならではの不気味さと、敵の強烈なビジュアルだ。特に第1話に登場したガンマーという敵がヤバかったんだぜ。ガンマー？どんな見た目なの？原作の妖怪百目をモチーフにしたキャラクターなんだけどな。醜くただれた体に無数の目がギョロギョロついている姿だったんだ。うわぁ。想像しただけでも気持ち悪いわね。ただでさえ気味が悪い造形なのに、それが白黒の暗い画面で動くもんだから、当時の子供たちに強烈なトラウマを与えたんだ。まさに白黒テレビの限界を超える恐怖だったのぜ。それは確かに、夢に出てきそうね。さらにトラウマ回として語り草になっているのが、第6話の首人形だぜ。マネキンの妖怪が出てくるんだが、首がゴロッと落ちたかと思うと、一つ目の不気味な顔になって、人間を次々とマネキンに変えてしまうんだ。デパートのマネキンを見るのがトラウマになりそう。ただ、怖いだけじゃなく子供たちを熱狂させた要素もあった。主人公の悪魔くんがメフィストを呼び出す際のエロイムエッサイム、我は求め訴えたりという呪文だ。これが当時の子供たちの間で大流行して、学校の掃除用具入れの前で真似をする子が続出したんだぜ。怪獣ごっこから、妖怪の呪文ごっこに変わっていったのね。実写版悪魔くんは、モノクロ特撮という環境を逆手に取った不気味な演出と、容赦ない妖怪の造形が合わさって、昭和の子供たちを本気で震え上がらせた伝説の番組だったんだぜ。第8位、夜トイレに行けない子供が続出。アニメ第1期、ゲゲゲの鬼太郎、1968年。第8位は、夜トイレに行けない子供が続出。アニメ第1期、ゲゲゲの鬼太郎だぜ。出たわね、鬼太郎。日本の妖怪といえばやっぱりこの作品は外せないわ。ああ、1968年1月からフジテレビ系列で放送が始まった。東映動画制作の記念すべきテレビアニメ第1シリーズだ。このアニメこそが、1968年の妖怪ブームを生み出した最大の原動力なんだぜ。まさに妖怪ブームのど真ん中ね。でも、鬼太郎って正義の味方だし、子供たちにとっては頼もしい存在じゃないの？なんで夜トイレに行けなくなるほどトラウマになるの？そこが面白いところだ。実は水木しげる先生の原作はもっと怪奇性が強くてダークな内容だった。だからアニメ化にあたって、人間に災いをもたらす悪い妖怪を、鬼太郎が人間の味方になって倒すという、完全懲悪のヒーローストーリーへと路線変更したんだ。なるほど。怪獣ブームの後に、わかりやすい正義の味方として登場したから、当時の子供たちの心をがっちり掴んだってわけね。その通りだぜ。鬼太郎は子供たちの新たなヒーローとして絶大な人気を博したんだ。ただ、ヒーロー番組の枠組みになったとはいえ、恐怖の演出面は全く容赦がなかったんだぜ。具体的にどんな風に怖かったの？当時はカラー放送が普及し始めていた時代だけど、あえて作風を活かすために全編モノクロで制作されたんだ。白黒映像ならではの濃い陰影が、妖怪のおぞましさを極限まで引き立てていたんだぜ。あえてのモノクロ。それは確かに、暗闇から何かがぬっと出てきそうな生々しさがあって怖いわね。さらに、作曲家の泉拓司が手掛けた不気味な BGM が恐怖に拍車をかけたんだ。不安を煽る音楽とともに、白黒の妖怪が迫ってくる映像は、当時の子供たちに強烈なトラウマを植え付けたのぜ。正義の味方のはずなのに、敵の妖怪の不気味さや演出がガチすぎて、結果的に夜一人でトイレに行けなくなっちゃうのね。アニメ第1期、ゲゲゲの鬼太郎は、新たなヒーローとして熱狂を生み出しつつ、同時にモノクロ特有の深い恐怖を日本中の子供たちに刻み込んだ歴史的な作品だったんだぜ。第7位、不条理展開と哀愁の特撮、カッパの三平、
妖怪大作戦、1968年。第7位は、不条理展開と哀愁の特撮。カッパの三平妖怪大作戦だぜ。カッパの三平。これも水木しげる先生の作品ね。アニメは聞いたことあるけど、実写の特撮があったの？ああ、1968年に NET、今のテレビ朝日系列で放送された東映制作の特撮テレビドラマなんだ。実はこの作品、子供向け特撮とは思えないほど設定が重くて物悲しいんだぜ。設定が重いって、どんなお話なの？主人公の川原三平少年が、ひょんなことからカッパの世界に迷い込み、長老からカッパ88手の妖力を授かって人間界に戻ってくるんだ。だが、人間が妖力を身につけたことで妖怪世界の掟に触れ、もののけ様の怒りを買ってしまうのぜ。力を手に入れたせいで神様みたいな存在に怒られちゃったの？そうなんだ。そしてそのたたりとして、三平の母親が記憶を失い、どこかへ姿を消してしまうんだぜ。お母さんが記憶喪失で行方不明。子供番組の始まりにしては残酷すぎるわ。そこで三平は、行方不明の母親を探すための過酷な旅に出る。これが物語の大筋なんだ。そして、その旅の道中には心強い味方も同行するんだぜ。どんな仲間が一緒に旅をしてくれるの？カッパの王女カンこと、彼女のお付きであるカッパの甲羅の六兵衛だ。六兵衛は名俳優の牧冬吉氏が演じていて、三平を助けて一緒に妖怪たちと戦ってくれるんだ。さらに、牛尾健二氏が演じるイタチ男みたいな強烈なキャラクターも登場するぜ。妖怪の仲間が一緒に戦ってくれるのは、ちょっと心強いわね。とはいえ、行く先々で、もののけ様の命を受けた恐ろしい妖怪たちが容赦なく三平たちの邪魔をしてくるんだ。お母さんを探したいだけなのに、どうしてこんな目に？母親に会いたいという切実な思いと、次々と立ちはだかる妖怪たちとの終わりなき戦い。この、カッパの三平妖怪大作戦は、特撮のワクワク感の中に、子供には少し辛すぎる不条理で哀愁漂う世界観を描き切った、非常に独特な魅力を持つ作品なんだぜ。第6位、六六尾が夢に出る。大英、妖怪三部作、妖怪百物語、1968年。第6位は、六六尾が夢に出る。大英妖怪三部作妖怪百物語だぜ。ここからはテレビを飛び出して、映画の作品になるのね。大英って、あのガメラを作っていた映画会社よね？その通りだぜ。この作品は1968年3月に公開された特撮時代劇映画でな。後に続く、妖怪大戦争、東海道お化け道中と合わせて、大英妖怪三部作と呼ばれる、記念すべき第一作目なんだ。特撮時代劇って響きがもう面白そう。でも、ガメラを作っていた会社がどうして妖怪を？当時はまさに妖怪ブームが爆発しかかっていた時期でな。ガメラシリーズや大魔神で培った大英の高度な特撮技術、つまり着ぐるみや造形、合成技術をフル活用して、日本の古典的な怪談や妖怪を本気でスクリーンに蘇らせようとしたんだ。大魔神を作った技術チームが本気で妖怪を作ったの。それは絶対にリアルで怖いやつじゃない。ああ、ガチで怖かったぜ。物語は、悪徳商人とそれに結託した役人が、夜な夜な百物語という怪談会を開くところから始まるんだ。百物語って、100個の怖い話をすると本物のお化けが出るっていうあれよね？そう。その百物語の最中に、欲にまみれた人間たちを懲らしめるために本物の妖怪たちが次々と出現するのぜ。どんな妖怪が出てくるの？六六尾、のっぺらぼう、からかさ小僧、泥田坊といった、誰もが知っている日本の伝統的な妖怪たちだ。こいつらが、映画ならではの本格的な特殊メイクと造形で実体化して画面を埋め尽くすんだぜ。想像しただけで背筋が寒くなるわ。テレビの特撮とはスケールが違いそう。大英が誇る特撮技術によって生み出された妖怪たちは、テレビの白黒画面とは一線を画す、圧倒的に生々しい恐怖の映像だったんだ。この妖怪百物語は、当時の観客たちを本気で震え上がらせ、
妖怪ブームをさらに加速させた歴史的な名作なんだぜ。第5位、西洋妖怪 vs 日本妖怪。大英妖怪三部作、妖怪大戦争、1968年。第5位は、西洋妖怪対日本妖怪。大英妖怪三部作、妖怪大戦争だぜ。出たわね、妖怪大戦争。これって2000年代に神木隆之介くん主演でリメイクもされたくらい有名なタイトルよね。ああ、オリジナルは1968年12月に公開された大英制作の妖怪特撮時代劇映画でな。先ほど紹介した妖怪百物語に続く、大英妖怪三部作の第2作目にあたる作品だ。大ヒットした妖怪百物語の勢いそのままに作られたのね。今回はどんな怖いお話なの？この作品の最大の目玉でありトラウマ要素は、なんといっても恐るべき西洋妖怪、吸血鬼大門の襲来だ。古代バビロニア遺跡から復活したという、特撮映画ならではのスケールのでかい敵なんだぜ。古代バビロニアから江戸時代にやってきたの。設定の飛躍っぷりがすごいわ。そうなんだ。海をはるばる渡って江戸時代の日本に上陸した大門は、なんと大官の体を乗っ取って、裏から日本征服を企むんだ。しかもこいつ、でかい上にめちゃくちゃ強くて、絶望感が半端ないんだぜ。日本の妖怪たちも怖いけど、外国から来た圧倒的な吸血鬼相手じゃ、人間はひとたまりもないわね。そこで立ち上がるのが、我らが日本の妖怪たちだぜ。カラカサ小僧、六六尾、カッパ、アブラスマシといったおなじみの面々が、大門の圧倒的な暴力に対抗するために、力を合わせて総力戦を挑むんだ。人間を驚かせていた怖い妖怪たちが、今度は日本のピンチを救うために戦ってくれるの。そうなんだ。最強の西洋妖怪対日本妖怪という、まさに夢のドリームマッチだぜ。日本の妖怪たちは個々の特殊な能力や知恵を絞り出し、時には泥まみれになりながら大門に食らいついていくんだ。ちょっと待って、それぞれの能力を活かして強敵に立ち向かうって、まるでヒーローチームのアベンジャーズみたいじゃない。まさにその通りだぜ。得体の知れない恐怖から一転して、日本の妖怪たちが一致団結して強大な外敵に立ち向かう展開は、当時の特撮ファンの子供たちの血を強烈に湧き立たせたんだ。ただ怖いだけじゃなくて、胸が熱くなるような展開が待っていたのね。恐怖とカタルシスを見事に融合させたこの妖怪大戦争は、エンタメ特撮妖怪映画の金字塔として現在も高く評価されている名作中の名作なんだぜ。第4位、時代劇×妖怪の異色作。大英妖怪三部作、東海道お化け道中、1969年。第4位は、時代劇×妖怪の異色作、大英妖怪三部作、東海道お化け道中だぜ。大英妖怪三部作の最後を飾る作品ね。前作の妖怪大戦争がアベンジャーズみたいなド派手な総力戦だったから、3作目はもっとスケールアップしたバトルになるの？いや、そこがこの作品の深く面白いところなんだ。前作のド派手な妖怪バトルから一転して、今度は大英のお箱である本格的な、また旅物、ヤクザ物といった渋い時代劇に、妖怪特撮を組み合わせた異色の構成になっているんだぜ。本格的な時代劇と妖怪？なんだか雰囲気がガラッと変わりそうだけど、どんなお話になるの？物語は、悪いヤクザである貨車組に、妖怪の霊地を守る祖父ジンベイを殺されてしまった幼い孫娘おみよが軸になる。おみよは祖父の最後の言葉を胸に、生き別れた父親を探すため、一人で東海道を旅するんだ。おじいちゃんを理不尽に殺されて、幼い女の子が一人で過酷な旅に出るなんて、けなげすぎて応援したくなっちゃうわ。その道中で、百太郎という都政人の主人公が彼女を助けてくれるんだが、おみよを助けて悪人を懲らしめるのは人間だけじゃない。ヤクザたちに大切な霊地を荒らされ、怒り狂った日本の妖怪たちもまた、おみよを守ってくれるんだぜ。不気味な妖怪たちが、今度は幼い女の子の味方になってくれるのね。それは心強いわ。そうだぜ。飛車組のヤクザたちは、保身のために仲間を裏切ったり、
実の娘を賭けの対象にするような非道な人間のクズばかりなんだ。そんな人間の底知れぬ欲望や悪意に対して、見た目は恐ろしい妖怪たちの方がしっかり道理をわきまえていて、最後はきっちり因果応報の裁きを下すんだ。ひどい人間よりも、恐ろしい妖怪の方が義理人情に厚くて優しいなんて、すごく皮肉が効いていてかっこいいわね。まさにそこがこの映画のポイントだぜ。ただ妖怪が暴れて驚かせるだけでなく、人間の業の深さと時代劇特有のいぶし銀なカタルシスを掛け合わせたこの作品は、当時の子供たちだけでなく、大人の特撮ファンからも高く評価されている名作なんだぜ。第3位、妖怪より人間の業が怖い。円谷プロの異端児、怪奇大作戦、1968年。第3位は、妖怪より人間の業が怖い円谷プロの異端児、怪奇大作戦だぜ。円谷プロって、ウルトラマンの会社よね。妖怪や怪獣が出ない特撮なんてあるの？ああ、1968年9月から、ウルトラセブンの後番組として TBS 系列で放送された特撮ドラマだ。この作品には、巨大な怪獣も宇宙人も、そして妖怪も一切登場しないんだぜ。特撮なのに何も出ないの？じゃあ一体何と戦うの？科学を悪用した猟奇的な犯罪や、人間の狂気が引き起こす怪事件だ。それに SRI という科学捜査研究所のメンバーが立ち向かうという、極めて大人向けでシリアスな作風だったんだ。ウルトラセブンの次にいきなりそんな渋い科学捜査ものが始まったら、当時の子供たちはびっくりしたでしょうね。そうなんだ。そして、その内容が本気で怖かったんだぜ。特に有名なエピソードとして、実相寺昭夫監督が手掛けた第4話、恐怖の電話や第25話、今日と買います。それに第5話の死神の子守歌なんかがある。タイトルからしてすでに不気味だわ。実相寺監督ならではの先鋭的な映像美、極端なアップや、奇妙なアングルから撮られた映像が、見る側の精神をじわじわ追い詰めるんだぜ。映像そのものが、もう、正常じゃない感じを醸し出しているのね。そうだ。幽霊が出なくても、画面の向こうに狂気が潜んでいると思わせる演出が、妖怪以上のトラウマを植え付けたんだ。子供向けの番組の皮をかぶった、本格的なサスペンスホラーだったのね。さらにこの作品を語る上で絶対に外せないのが、第24話の狂気人間だぜ。ちなみにこのエピソード、その強烈な内容から実相寺監督の作品だと勘違いしている人が多いんだが、実はウルトラセブンなどのメイン監督の一人、三田和穂監督の作品なんだ。狂気人間、名前だけでヤバそうな雰囲気が漂っているわ。どんなお話なの？当時の刑法第39条、心神喪失者の行為は罰しないという法律の抜け穴を悪用する話なんだ。意図的に殺人犯を精神異常者に仕立て上げる脳波変調器という装置が登場するんだが、ちょっと待って、それってテレビで放送していい内容なの？いや、結果的にアウトだった。この内容や作中の表現が後に問題視されて、現在この第24話は公式に欠番扱いとなり、ソフト化や再放送が一切見送られているんだぜ。法律の抜け穴をついた人間の悪意を描いた結果、作品自体が封印されてしまったのね。妖怪ブームの真っ只中にあって、お化けではなく人間の狂気という現実的な恐怖を容赦なく描き切り、子供たちに妖怪以上の深いトラウマを与えた、特撮史に残る伝説のカルト作品なんだぜ。第2位、ヒーロー番組にも妖怪襲来、特撮に波及した妖怪モチーフ怪人。第2位は、ヒーロー番組にも妖怪襲来、特撮に波及した妖怪モチーフ怪人だぜ。これまで妖怪メインの特撮番組や映画を見てきたけど、仮面ライダーみたいな正統派の特撮ヒーロー番組にも妖怪が出てくるの？ああ、1968年に巻き起こった妖怪ブームの凄まじい熱気は、1970年代以降に到来する変身ブーム、つまり数々の特撮ヒーロー番組にも大きな影響を与えたんだぜ。ショッカーの怪人や宇宙人の代わりに、妖怪が敵として登場するようになったってこと？その通りだ。正義のヒーローが倒すべき敵キャラクターの造形に、
おどろおどろしい妖怪の要素が多数採用されるようになったんだ。代表的な例が、1972年の東映制作の特撮時代劇、変身忍者嵐だな。変身忍者嵐。時代劇のアクションヒーローね。どんな敵が出てくるの？敵の組織である、チグルマ島が操る化身忍者として、第1話に登場した、毒ウツボをはじめ、吸血ムカデやシビトフクロウなど、日本の妖怪や怪奇生物をモチーフにした不気味な敵が多数登場するんだぜ。毒ウツボにシビトフクロウ。名前を聞いただけでもまがまがしくて、普通のサイボーグ怪人よりも生理的な怖さがあるわね。そうだろう。さらに、同じく東映が1976年に制作した、超人ビビューンという特撮作品でも、妖怪が大暴れしているんだぜ。超人ビビューン。確か、アクマイザーさんの続編的な作品よね。よく知っているな。前作の敵組織が西洋的な悪魔だったのに対して、このビビューンでは人間の悪意や弱みにつけ込む妖怪が、明確に敵組織として設定されているんだ。悪魔から妖怪へチェンジしたのね。やっぱり日本の子供たちにとっては、昔から伝わる妖怪の方がリアルな恐怖を感じやすいのかしら。まさにそれだぜ。社会現象になった大英の妖怪映画やアニメ作品のピークが過ぎた後も、妖怪イコール人間の敵であり、倒すべき恐ろしい存在という図式は、特撮ヒーロー番組の怪人のフォーマットとしてしっかりと定着したんだ。一過性のブームで終わらずに、特撮の歴史の中に妖怪の DNA がしっかり組み込まれていったのね。熱狂的な特撮ヒーローの歴史の裏には、怪人という形で姿を変えながら、子供たちを長く楽しませ、そして怖がらせ続けた妖怪たちの存在があったってわけだぜ。第1位。なぜ大怪獣ではなく妖怪だったのか。妖怪ブームの社会的背景。栄えある第1位は、なぜ大怪獣ではなく妖怪だったのか？妖怪ブームの社会的背景だぜ。最後は特定の作品じゃないの？社会的背景ってどういうこと？ここまで昭和の子供たちを震え上がらせた妖怪特撮を紹介してきたが、最後になぜ1968年の日本で、これほどまでに妖怪が求められ、ブームになったのかという深い理由に迫りたいと思うんだ。言われてみれば不思議よね。ウルトラマンみたいなかっこいい巨大怪獣が大流行していたのに、急にドロドロした妖怪に人気が移ったんだもの。その謎を解く鍵は、1960年代後半の日本の状況にあるんだぜ。当時の日本は高度経済成長期の真っ只中。急速な都市開発や近代化が進み、カラーテレビや自動車などの科学技術がどんどん生活を豊かにしていった時代だった。まさに昭和のイケイケな時代ね。でも、それが妖怪とどうつながるの？光が強ければ、影も濃くなるんだぜ。科学技術の発展の裏で、工場の排気ガスや排水による公害問題が深刻な社会問題になり始めていたんだ。過度な開発による自然破壊への不安や、失われていく日本の原風景へのノスタルジーが、当時の大人たちの間に重く渦巻いていたんだよ。なるほど。便利になる一方で、大事なものを失っているんじゃないかっていう不安があったのね。そう。水爆実験や宇宙開発といった最先端の科学の象徴として生まれたのが巨大怪獣だとしたら、妖怪は古来より伝わる自然の化身であり、人間の業を映す鏡だ。つまり、科学万能主義とは完全に対極の存在なんだぜ。怪獣は科学の落とし子で、妖怪は自然と人間の心から生まれたものってことね。その通りだ。公害問題などで科学への過信に対するアンチテーゼが高まる中、忘れられた日本の心や自然への畏怖として、妖怪の存在が再評価されたんだ。これが特撮やアニメを通じて子供たちに熱狂的に受け入れられたのぜ。単に子供向けの怖い番組ってだけじゃなくて、大人社会が抱えていた不安や時代背景とリンクしていたからこそ、あんなに爆発的なブームになったのね。特撮の妖怪たちが放っていたあの得体の知れない不気味さは、実は当時の日本人が感じていた社会の影そのものだったのかもしれないな。これこそが、昭和の特撮史における妖怪ブームの最大の真実なんだぜ。まとめ。さて、
今回は、昭和の子供たちを恐怖のどん底に突き落とした妖怪ブームと特撮の真実をランキング形式で紹介してきたが、レイム、どうだった？ただ怖いだけじゃなくて、モノクロ特撮の不気味さや、特撮時代劇のいぶし銀なかっこよさ、そして時代の背景まで知ることができて、本当に奥が深いテーマだったわ。特に私は大英の妖怪大戦争のアベンジャーズみたいな熱い展開に痺れちゃった。当時の特撮制作者たちが、怪獣とは違う日本ならではの恐怖とエンタメを本気で追求した結果が、この凄まじい熱狂を生んだんだよな。視聴者の皆さんも、当時の思い出やこの妖怪がトラウマだったというエピソードがあったら、ぜひコメント欄で教えてほしいわね。当時の白黒テレビの思い出なんかも大歓迎だぜ。すべてのコメントを読むのを楽しみにしているからな。この動画が少しでも懐かしい、面白いと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。それじゃあ、次回の動画でまたお会いしようぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。